はい、はい、それでは今日はこれです。ファーモ環境モニターの道具で、そして今日はゲストがいます。ファーモの部長塩野目さんです。よろしくお願いします。ファーモの塩野目です。よろしくお願いします。これ製品の説明から言うと、これを温室に設置して、ちなみにこれね、電源いらない太陽光がついてるから、ただもう置くだけで OK、 この道具は。でも太陽光なので下の方とかでメロンとかだとこうでかくなっちゃうから、下だと影になってどんどん電池が減っていくから、僕は吊るしてあります。そしてこれで測れるのが、まずは温度、ここの温度、ここの温度とここの温度2箇所、それとこれで地温を測ります。でこれで湿度っていうか、地中の湿度が測れる。これを縦にこれね、ポイントはね、こうやって入れちゃダメなんだって。ここに水とかが溜まるとずっと濡れた状態になるから、縦にこれで設置 OK。 そしてアプリだよね。これハウスファーモ、これは Android も iPhone も両方あるから、これを入れて、例えばこのハウス、このやつはそれこそファーモさんから借りてる、これデモ機です。うちそれ以外にあと 3台他の温室にも入ってて、でこれは4号機、森田メロン4号機で、温度っていうのはここの温度で、成長点っていうのはこれここだから例えばこういうところにやると成長点になるし、うちの場合はこことここが測りたいので、成長点のモニターの方を下に下げてある。だから今こっちの方が多分高いんだな。あったかいのって上に登るじゃん。だからこれね、結構差は出てくる。そしてこれが地中温度、さっきのね、これね。で CO2 はここ CO2 だいぶ低い。ここはお昼まで二酸化炭素を焚いてたんで、ある程度高かったんだけど、もうそこからまた光合成したみたいで少し下がってます。結構下がってる。で湿度はここの湿度で、日射量はここの日射量で、放射っていうのは湿度と温度を計算して出てくるやつ。これ 99% が今もうゼロになっちゃった。であとは地質、このブレードね、これだけ測れる。そしてこれをポンって押すと60巻のこの、例えばさっき午前中炊いたって言ってたじゃん。夜はさ植物が呼吸するからさ上がるんだよ。でさらにここから光合成が来るから、ここで二酸化炭素を炊いてあげて、でここで切ったわけだね。11時過ぎぐらい、12時ぐらいまでつけと言ったんだよな。でも盛んになって多分湿度があれが足らなくなった。そして今こんな状態。24時間にしてみようか。CO2 でいうとこんな感じ。夜呼吸して少しずつ上がってって、で光合成が始まって二酸化炭素を焚いて、焚き終わったら光合成まだ続けてからどんどん減ってきた。地中の温度もこれ3日もできるし、パソコンで見ると60日。そうですね、パソコンの方でこのファーモのページにアクセスして、でここに ID が書いてあるんだけど、この ID 入れるだけでこの置いて
60日分のデータが、そして Excel でダウンロードできる、はい、無料でできます。でそして何を、ね、いいのがこれ買っちゃうとまあそこそこするんだよね。13万ぐらいするんだよ。そうですね、この F タイプ13万5千円ですかね。13万5千円ぐらいするんだけど、もうそれであとはお金がかからない。ずーっとランニングコストかからずにそれで済む。ただ後期をね通信機を置かなきゃいけないんだけど、その通信機からだいたい半径1キロぐらいは届くので、補助に1個通信機を置いとけばこれ何台も通信機が相乗りできるから、ね、うちは事務所にネットが通ってるので、そこでランケーブルを挿して通信機を置いてあります。ざっくりと言うとこんな感じで、これがさ面白いのがさ、この部屋だけじゃないんだけど、例えばさ2号が分かりやすいな。2号機で言うと、まあ今の6時間の温度がこうで、まあ24時間にしよう。ここの温室は狭いからほら分かりやすい。昨日の3時、今3時半ぐらいだからね、昨日の3時から呼吸が始まって二酸化炭素がどんどん増えてって、で9時になってダンでここのところで、CO2 をつけた。本当はもうちょっと先に CO2 補給してやればよかったけど、で補給したらこう少し上がった。まあそれでも二酸化炭素は空気中がだいたい400って言われるから、空気中って外の外気が400そこそこだから、400より高ければ植物が光合成しやすいっていうことで、ちょっと高めにしてあげるとより光合成が促進できる。なのでこれね、光合成が見える。これを設置すると、光合成に必要なのは水と太陽光と、あとは二酸化炭素だから、水はこう補ったりとかなんだりするからなかなかあれも難しいし、太陽光も雲で陰ったりしてなかなか分かりづらいんだけど、 CO2 だけはこの室内で正直にこう増えたり減ったりするので、光合成が見えるから、そんだけ光合成してんだなっていうことで補ってあげたりとか、いろいろ対策が打てるようになります。これ楽しい。で夜になると今度植物が呼吸しだす。酸素を取り入れて二酸化炭素を吐くから、温室の中の二酸化炭素濃度が夜は上がる。光合成が始まるとどんどん二酸化炭素を吸って酸素を吐くから二酸化炭素濃度が下がる。だからこれ面白いのが、やっぱり天気がいいとこうガクンとどんどん光合成して CO2 減るんだけど、天気が悪い例えば雨とかだとほぼ減らないね。ほぼ減らねえな、雨で。だからそれだけ光合成がしづらくなってる。太陽光がないからね。これ面白いですね、部長。はい、ありがとうございます。はいそしてうちには通信機ってちょっとでかい通信機が置いてあるので、それ今ちょっと見せます。後で、見せる。で後で撮るからねでここに差し込んで、はいでこれがうちのじゃねえなパーモのやつをパーモの通信機をうちに設置してあって、これが半径3キロ届くやつ。最大ですね。最大だからこういうところ森とかがあるから、この向こう側は範囲が狭まっちゃうとか、そういうのは。でこれ太陽光だからもう設置すればずっとで、これをどんどん増やし続けてんだよね。そうですね。はい、今3200台ぐらいです。でどうしてもこういうのがないところでも届けられるようにチップのね送信機のやつ、ちっちゃいのもあるからね。
だからそこまで全部そこの貸し出しまでセットで13万5千円だ。そうです、はい、 F でね、はい、G はいくらだっけ？は21万円です。ああ、だから EC とか剥がれるから。ただこれもついてくるって言っちゃあれですけど、あはい、これはもう0円ですから。はい、そうだね、はい、僕らがお金払ってないので、はい、ただこれがあるからそのチップがなくても僕んちの届くところはね、大体この辺の人が買ったらこれで全部届くからね、すげえ。設定もなかったですよね。設定も組み立てて埋めたつうかそれ用に線つなげただけでも勝手に広がる。鍵がついてる。ああ、じゃあ、鍵がついてる。でもここからちゃんと送ってるから。こんな感じで日本全国にあれ携帯で地図見れるっけ？見れます。うちのホームページから通信エリアマップっていうところに行ってもらえると、今稼働してる、これが全国で稼働してるところ地図上で表示してるんで、もし自分の補助が入ってればもうこれいらない。ああ、いらないし、ファーモだけ買えば、はい、じゃあそこのファーモの地図のやつもこのやつの概要欄にURL 貼っときます。見てみてください。はい、じゃあまた。でこんな感じでした。こんな感じでうちにはその通信機があるので、通信機は半径3キロぐらいだよね。最大で半径最大で3キロ、障害物がなければ、ね、まあだからいろいろ木とか障害物があったりするとその半径が縮まってくるんだけど、まあ1キロぐらいは届くんだってな。あれが置いてあるから、うちの周り1キロでこれ買ったとしたら通信機いらずにこれだけ設営つければこう環境がモニターできる。これね本当に参考になる。あれするのに。でこれあれができるんだよな。アラート例えばそうこうアラートでこういう現在は異常ないんだけど、例えば僕がほらもし夜今冬で何かの拍子に例えば停電とかで停電とか、落ちたりとかして暖房が効かなくなったりしてハウスの温度が15度以下になったら携帯が鳴って呼び出してなんかありましたっつって言ってくれる。それはねすごくいい。トラブルがあった時にすぐ気づけるっていうやつで、結構ね施設園芸で暖房してる人はやっぱり不借家とかあるからね。通知の設定ってやるとこれいろんなものが、例えば気温がとか成長点が地温がとか、例えばこう気温が11度じゃ低い、15度以下の時追加ってやると気温が15度以下の時に通知してくれる。簡単ですよね。簡単超簡単これもう僕3年じゃ効かないぐらい使ってるな。すごくダメになって、これでデータがあるからデータがちゃんと出てきてずっと取ってられるから、詳細なデータが数字になって取っとけるっていうのが非常にいい。夏の暑い時もね温度計吊るしといてもさ、今何度だなっては分かるけどさ、記録しないと取っとけないから、だからこれを置いとくだけで、例えばだからメロン大体ここで育てるのは3ヶ月ぐらいなんだけど、3ヶ月吊るしといて、で3ヶ月分の60日しか取れないから、間で1回データ取って、で栽培終わりに1回データ取ればその1作の間の湿度とかの全部のデータが取れるから、ためになるね。反省もできるしね、データも消えないんで、2年前のやつも全部またそうなの？抽出も可能ですよ。そうね、
自分のところに取っとけばね、はい取っとけばああだから60日すると61日前のやつはなくなるんでしょ。いやなくなるんです。なくならないの。残ります。うちのサーバーには全部残してあます。サーバーには残るんだ。ああじゃあサーバーがどんどん必要になっていくじゃん。はいだってこれ日本中にいっぱい普及して、今超売れてんだもんな。ありがとうございます。生産が追いつかないそうです。だから売らない方がいい。いやいやちょっと頑張ります。頑張ってくれるそうなので、いっぱいね売らないと。実は僕この百姓で小売店契約をしているからね。森田さん。ちょっと安く買えるし、でも僕結構売ってるよね。はいうち見に来てこれこうなんだよって今みたいな説明すると大抵買っていく同業者は。ありがとうございます。注文してもらえますかっつって今日も実はね1台あれして1台お嫁に行くのが1台行きます。いやでも本当に今の時代だよね。ある程度安価でさ、でもランニングコストかかんないっていうのはないでしょないと思いますね。他の会社で、はいこういうモニター的なものってさあるじゃん、あるんだけどランニングコストかかんないのすごいね。そうですね。うちの社長がやっぱり今後の課題、農業の課題で、うんいかに早く IT を農家さんに普及させるっていうのを先行させた方がいいっていう考え方で、そのためには農家様のランニングコストっていうのはすごいボトルネックだったんで、じゃあ違う仕組みを考えようで発明した製品なんです。でもさその通信ってさ会社のコストが結構かかるじゃん。かかりますね。でもそれもちょっと違うところから回収する仕組みがありまして、それでうまく回してるっていうような。ああそうだな。だってさこれ13万で売るじゃん、でずっと長くこう使われるとさそのさ通信のコストがさずっとやってて会社の儲けが減っていくじゃん、使われれば使われるほど、農家様には無料で使っていただいて、その分出たコストは違うところから補ってるっていう。補ってるの、まあでもねサーバーの中にねいろんなその栽培の履歴とかも残ってるしね、いろんなことに使えるだろうね。使えますね。あと AI が勉強しちゃえばすごいデータ量あるんで、そういったのもああそうかいっぱい取っとけばね、AI に勉強させて、まあでもさそれってそうなんだけどさその人が何の作物をやってるとか分かってるの？それ入れる場所がないじゃん。でも大体分かります。大体分かる。分かるのだけでも結構な量あるんで。うちは報告してるよね大体ね、メロンやってるやつとかイチゴやってるやつとか。ただ買うときに何使いますかっていうのはないもんね。そうですね。ないですね。ただ分かる人は分かるんで。そのデータの温度帯とか。全部のデータっていうよりかは、ある程度こちらで分かってるデータを抽出してっていう形なんですけど。まあ俺なんかは、どう使ってもらってもねお金がかかんないのが一番いいからね。今白石君が撮ってくれてるんですけど、この撮ってる人もパーも使ってて使ってます。ってすげえうなずいてるからな。いや数値で見れるっていうのが一番やっぱり使ってていいですね。グラフになってるっていうのも、見やすくてとてもいいと思います。 OK でこれねしかも共有ができるんだよね。例えばだから ID アプリ入れてもらってこのファームのアプリを入れて、でこの設定ここからファームの登録して、でここに ID 書かれてるんだけど、この ID 入れればその環境データの共有ができる。それも面白い。だから上手い人にこれ入れといてもらってさ、それに近づけるって近づけて栽培していくっていうのがねできるからね。結構いらっしゃいますねそういう方。でせっかくこういう動画を作ったので、僕がこれデモ機なので僕んちのメロンの栽培の環境データ共有できるように ID を教えますが、動画でそのまんま流しちゃうとただ見ただけでどんどん入ってってちょっとあれだから、この動画の概要欄に僕のメールアドレス貼っとくので、
メールアドレスにファームの ID を教えてくださいっていうふうにメールをくれれば、その返信して ID を教えるようにします。でこれを上げられる頃はもうちょっと、今1月の28日なんだけど、3月ぐらいに、この動画を上げて、3月ぐらいからメロン栽培を始める人とか多分結構いると思う。いいっすね。でだからこれが上がった時にそこにメールくれれば、この機械をそのタイミングに植えたところにこれをぶら下げておくので、それで環境を見てもらいながら一緒にメロンを育てていくっていう企画がいいべ。登録あれですよね。ただアプリ入れて、森さんとこのもらった ID を入れるだけ。入れるだけでこれが全部見れるからな。森田さんの、せっかく YouTube やっていくからな。ただ気をつけてほしいのは、あくまで見るだけ、こうやって見るだけにしておいてもらって、この設定でなんかいじらないでほしい。それもいじれちゃうんだもんね。いじれちゃうからね。そこはやらないで、それはやらないでください。見ることは見れるから。でデータこうやって全部出てくるから。そう自分のはね、なかなか自分で買ったやつは公開したくないけど、これデモ機だからうちのもんなんでもうでもさ、それでさファーモのアプリ入れてくれる人が増えたらいいよね。ありがたいですね。で最終的に今度これいいなっつって買う人もいるかもしれないからね。まだ生産が追いついてないけどね。いやでもこれは本当にね、僕ためになって、イチゴなんかだったらそのまま置いといても葉っぱがこうやって隠れることはないけど、メロンとかだとどんどん成長してって日陰になって、太陽とかも測れるし、なんか日陰とかにあまりしたくない。で上で充電してるから電気が早く充電し、太陽光を使わないで日陰だとどんどんなくなってくる。理想の設置の仕方です。こうやって設置しときはほぼなくならないよね。ですね。夜は多少減るんだろうけど、その分昼間ね補ってくれるからね。だから電源不要、ランニングコスト不要、初期投資だけ。これちなみにでこれ F 型ってやつで、他にもっと精度がいい高い高級品がある。ありますね。EC まで上がれる。GF。EC だから何？この肥料濃度が分かる。窒素がどれぐらい入ってるかっていうのが EC で分かるようなのもある。であと水分計みたいなのがこのグレードのやつじゃなくて、もうちょっと繊細なやつなんだよね。そうですね。堆積含水率っていう土壌水分パーセンテージでしっかり測るんで。でもね、このやつでもね、結構ね、日々毎日変わっていくよ。乾いていけばさ。いやもうこれもそこまで必要じゃない方も結構多いんで、なんでこれを搭載したのも出してるんですけども。ほら。これさっき水かけたらほら上がってるし、夜になるって上がるな。やっぱり湿度を吸い込むからね。面白い何しろ面白い。光合成が見えるファーモですっていう動画を作ってみました。ID また送るので、もし興味がある方はメールしてみてください。うちの環境が見えるので、春メロンを一緒に作っていけたらなと思います。借りて僕がここにデモ機設置してる限りずっと見れるね。そうですね。そんな感じでやってます。だからこれの期間の1作分は僕のところにしっかり置いとくので、ぜひ環境を共有してみてください。ファームの塩野部長ありがとうございました。ありがとうございました。以上です。よろしくお願いします。せーの、はい。